こんにちは。今回は上海にある龍華寺への行き方や入り方を解説します。意外なグルメ情報もあるので最後までご覧ください。それでは行きましょう。地下鉄を使って龍華寺に行くには、11号線、12号線の龍華駅を目指します。龍華駅は中国ではこのように書かれます。かなり形が違うので覚えておくといいですよ。龍華駅に着いたら4番出口を目指します。こちらが4番出口。ここから出ます。駅を出てすぐの様子です。手前の通りが龍華路。実はその奥にすでに龍華寺の東門が見えているので、この辺りにある横断歩道を渡ります。これが東門前。東門を入ると正面に大きな塔が見えます。これが龍華塔です。龍華塔で願掛けをするにはルールがあるようで、翻訳してみたところ、時計回りに回らないといけないようです。下の文を見てみると、塔の周りを回る前に、南無尊中仏よ、生み出された功徳は1000倍になりますと念仏を7回唱えます。華厳経には右に3度歩むとあり、塔の周りを回るときには必ず右回り、つまり時計回りで行わなければなりません。かなり右回りを強調しますね。もし逆回り、左回りで行えば、功徳がないばかりか、大変大きな過失となります。怖い。信じるか信じないかは人によると思いますが、実際に回る際は思い出してください。気を取り直して。東門を入って右側に見えるのが龍華寺の入り口です。長い歴史を感じさせる大変立派な門です。別の動画で紹介しようと思っていますが、ずっとお経のような音楽が流れていて、しばらく頭から離れません。以前は門の外でチケットを買ってからの入場だったのですが、今は門をくぐって拝観料として線香を買うようです。このように無人の販売所があり、各自 QR コードを読み取って購入します。さすがキャッシュレス先進国。ここにもキャッシュレスが。現金の場合は近くの箱にお金を入れるようです。観光客にも優しい。線香は20元約400円のものと3元約60円のものがあります。値段でご利益に差はないはずですが、記念に20元の方を買ってみました。このように火をつけてから、周りの人の真似をしながら四方に礼をして、香炉に線香を立てました。燃え尽きるまで見ようと思っていたのですが、この直後に係の人が全部なぎ倒してしまいました。どうやら立てるのが嫌みたいです。案内図が少し見えにくいですが、全体はこのようになっています。入ってすぐ両端に見えるのは、古楼と鐘楼。赤い提灯がとても素敵です。こちらは天王殿。それぞれ仏像の前には賽銭箱とお参りをするための台のようなものがあります。参拝の仕方は日本と違って、ひざまずいた状態で両手を上げながらお辞儀をするようです。見よう見まねでやってみましたが、一人旅なので動画でお見せできず申し訳ありません。天王殿前には大きな香炉塔があり、この香炉塔に硬貨を投げ入れ、1回で決まると願いが叶うと言われているそうです。5年前は数人チャレンジしているのを見かけましたが、今回は見かけませんでした。キャッシュレスの影響かもしれません。個人の感想です。こちらは大雄宝殿。手前の香炉塔も同じだと思います。そして今回ぜひご紹介したいのは、この大雄宝殿の近くにあるこちら。文字が見えづらいと思いますが、ここは龍華素菜という精進料理の食品売り場。精進料理とは肉や魚を使わず、野菜や豆腐など植物性の食材だけで作った料理で、お菓子も売っています。お守りや数珠などが売っている場所はこことは違う場所にあります。龍華素菜には奥に食堂があり、食事をすることもできます。ここでは精進ラーメンが食べられます。日替わりのようで、この日はこの2種類が選べました。この食堂にはこのような表示があります。先に食べて後で支払いという意味です。麺を受け取ったら先に食べて、食べ終わったらテーブルの上の QR コードを読み取って支払います。現金の場合にはこの箱に入れるようです。メニューを聞きに来られることもないので、自分で麺を受け取って自分で支払う。ほとんど喋ることなく食べられます。私が食べたのはこちら。ルオハンミエン。15元約300円。どうしてこれを選んだかというと、もう一つのよりも発音がしやすかったからです。このルオハンミエン、具材は岩豆腐、豆腐を平べったく干したもの、人参、タケノコ、キクラゲ、シイタケ、油揚げ。もちろん下には麺があります。やはり肉類は一切入っていません。
精進料理に特に期待していなかったので、記念に食べておこうという程度の気持ちでしたが、これが予想以上に美味しかった。椎茸などからいい出汁が出ていて、それを吸った油揚げがお肉のような味わい。お好みで味変もできます。あまり辛くはなかったですが、様子を見ながら入れましょう。最初に期待していなかったというのもあるかもしれませんが、後から思い出してまた食べたくなる美味しさでした。ルオハンミェンおすすめです。となると、他のものも食べてみたかった。他のメニューはこんな感じ。私も食べていないので説明できませんが、一つ気になったのがこれ。牛の肝ってレバーでは精進料理なのにと思って調べてみたところ、その後の菌という字はキノコのことで、牛肝菌というのは日本ではイグチと呼ばれるキノコだそうです。とは言っても、イグチについては全く知りません。とにかくレバーではなくキノコ、やはり精進料理です。というわけで今回は硫化寺への行き方を解説しました。上海中心部からもかなり行きやすく、意外なグルメも楽しめるのでおすすめです。それでは皆さんの旅のお供に、D ラボチャンネルでした。